はい、こんにちは、柴崎です。今回は添削の第4回目です。本当にたくさんの方ね、絵を送ってくれてありがとう。その中で、ちょっと2、3お名前を紹介しますと、麦茶さん、ありがとうね。女性のお顔ね、大変力作でした。それから GTR さんの絵も面白かったな。ジャングルの絵ですよね。もう下の方でワニが大きく口開けていたりしてね、大変、私も意欲をそそられたんですけども、そういう方々の今日は代表として宮田さんのね絵を添削してみたいと思います。宮田さんありがとう。宮田さんもたくさん絵を送ってくれたんですね。その中で今日宮田さんの絵を私やってみたいのはこれです。勝手にタイトルつけたんですね。秋の並木道。色がまとまって綺麗ですね。ではこれについて添削します。宮田さんの、僕は勝手に並木道かなってタイトルをつけちゃったんですけど、実はタイトルなかったんですね。秋の夕日でしょうかね。ずっと光が来て影が流れてるんですよね。これが秋の低いお日様を表してるんだろうか、この明るさが。いずれにしても大変雰囲気をうまく掴んでるよね。色もいいし、葉っぱの描き方も大変うまいですね。そうだな、僕としては宮田さんの気持ちはよくわかるんだけど、こっちにもっと力点を置いたらいいかなと思います。ここに影が伸びてるってことは、こっちにお日様があるってことは、イメージしてわかるわけですね。だからここは描かなくてもいいかなと思います。ここをやめて、ここら辺だけに力を集中してみる、そういうのが今回の私の、添削のアドバイスですね。これをちょっとね簡単に書いてみます。そうですね、横画面で書いてるんだね。横画面で書いてるから、この並木道をですね、木をですね、とにかくみんな左の方に寄せてですね、そしてこの影ですね、影をここにもっと重点を置いてね、これを描いてみたらどうかなと思います。こういう関係だね。こういう関係の捉え方。それで一番手前の木はもちろんですね、ちょっと立ち落としてもいいかな。こうやって、その他の木があって、これがこうなってるのか、影がねこうなって、だからこうだ。このですね、影に力点を置く、その方が趣旨がはっきりするかなと思います。ではこれやってみますね。では書いてみます。そうですね、この回でね、とにかくここにね並木道がこうやってね、距離感もこう書いてあるんだな。こう立って、もっと近いかな。で影がこうだよね。こう起こってる。こうやってこうやって起こってる。葉っぱがこうだよね。手前のこういうのもこう書いてあるもんね。なかなかオーバーラップの工夫があっていいです。でここに太いもっと手前の木があって、その影はこうだよね。で葉っぱだ。こういう捉え方かな。じゃあなってみますね。それで全体にそうですね、秋の雰囲気を表すのに、とてもね、とにかくこっちから、太陽がこっちから差し込んでるっていうんでね、黄色系統の色をねこれわーって塗ってるのは、もうこれもとてもいいですね。なんかテーマカラーがしっかり見えて、大変いいと思います。こうやってるんだね。奥の方、ここに、ちょっと秋空が見えるのかな。ちょっと見えてるんですかね。なんかそんな色の対比もなかなか華やかな秋の雰囲気作りに役立ってます。こうだね。いろいろと円形の方にはいろいろ見えるでしょうけど、まずはこうです。そうしましたら、これも、宮田さんねよくやってるんですね。葉っぱの描き方が大変上手です。葉っぱですね、結構思いっきりの色で塗っていてすごくいいですね。これ画面にはみ出すぐらいの勢いで塗ってるんですね。
これはこうやって絵の具なんかこう落としてもいいですね。思いっきりこう描いていて素晴らしいと思います。こうかなですね、思いっきりよく。それでだんだん遠くに行くに従って少しクールっぽい赤に置き換えてるんですよね、こうやって。だから、手前の方がどっちかっていうとバーミリオンとかイエローが余計のような色、そして、遠くの方に来ると少し赤でもクリムソンのような少し、クールっぽい赤ですね。こういう違いを利用して描いてるところが非常にいいと思います。で、こうだね、こうやってパターン描いてるんだ、こういうことかな。で、そうだな、あとも描き方は大変うまいからこうやってわーっとにじんでしまうね。こういうこれから水彩の扱いですね。ちょっとコントロールが難しいかなと思うぐらいの大胆な色の置き方ですね。そういうのもなさるとさらに水彩画としての魅力がね増すかと思います。それで、地面も明るいんだね。こう思いっきり明るいんだ。こうなってこうなってるんだ。こうだ。こうだよね。こう書いてある。こんな風に来た。それで、あとこ手前か。こう日陰だからここは思いっきり暗くだな。ここに日陰の色がこうあってこうなってんだ。こういう色の配合だね。こっちの方ちょっとこういうのが見えるか。こんなことか。まずこういうだね。大きく。じゃあそうしたらちょっと乾かしますね。まずこうやって色をたっぷり使ってそれで一回乾かしてあげる。はい、乾きました。この水彩の大事なのはこのウェットインウェットというにじみの効果ですね。ですからまずたっぷりと塗ってそれからその上にまた色を置いてですね描くという感じです。こうでしょうかね。で近く抜き、それからこれもこうなってんだよね。こう書いてあるんだ。こうか。からだんだん先ほど言った遠くの木なんかこうだね。遠くはもうだんだん点描で描かないしましょうね。こうやって葉っぱをグループでまとめる。近くは点描譜でいいんですよ。そのね書き分けをしてみたらいかがでしょうか。近くは点描譜、だんだんグループで描く、こういう描き方です。でこうなってこうなってこっちはこうだね。こうなってもいいんだ。いいね。なかなかよくこうやってね描かせてもらうと、宮田さんのね表現力の豊かさがよくわかります。それで、こう来てこうか、こうなってんだね。こっちこうか、こうなってんだですね。そうしたらここで、宮田さんがやったように木を描けばいいんだよね。木はねうまいです。本当に、すごく上手だけどね。とにかく割り切っていって描いていいね。こうなってどこどここう枝が見えるように描いてんだよね。そういうとこも素晴らしいね。これねこうやって描いて、もしいやここには葉っぱがあった方がいいなと思ったらこれこう取ればいいんですね。こうやってね。だからねあまり怖がらずにこう一気に木描いちゃっても大丈夫ですよ。で、木の太さとかなんか変化つけて、次々とやってるんだね。で木がだーっとこう重なっていってると、こういう展開をうまく描いてると思います。枝のこう伸び伸びした具合もうまいな。こうやってこうやってね、今簡単に描きますけど、こんなことになってるわけよね。それで手前の木そうだな、思い切ってこうちょっとグリーンなんか混ぜてね色変化つけてみてもいいんですけど、こうだね、ここに手前の木があるんだ。こうなってこうなって、これこうなってんのか。こうだね。そうしたらいよいよここなんですね。今日の見せ場所です。影ですね。日向と影で見せる。だからここにこうやってこの丸い上にこう影が落ちたというイメージですね。でこれ自身の影がもちろんこうある。そして、この影がここからこう降りてきてるんだからこうあるだろう。こう降りてきてたらこうあるだろうっていう具合ですね。そのようにして、だんだん間がこう詰まっていくのかな。こうやっ
で、ですね、影と日向、特にここの影ですね、そういうことにこの絵のこの興味の中心をこう持っていって見せるですね。そうやると、もっとこっちに太陽は描いてないんですけども、見た人がですね、そういう明るいですね、秋の、夕方の光っていうようなものをこう分かってもらえるだろう、そういう私のアドバイスなんですね。僕の方はこうですか。もちろんこっちでもいいですね。こうやって思い切った木をこう置かれていてすごくいいです。そういうところのお話ですね。ここにもっと比重をかけてみよう。こういうお話です。はい、宮田さん、添削終わりました。ね、宮田さんの絵はもう大変素晴らしかったんですけども、私のアドバイスとしては、とにかくこうテーマっていうかですね、描きたいものを絞り込むということです。そういう意味で今回はここの影ですね、このところにねぐっと絞り込んでみました。いかがでしたでしょうか。皆さんも描きたいものたくさんあるでしょうけども、その中でここだっていうものをねぐっと絞り込んで絵作りする、ここぜひ参考にしてくださいね。はい、それではまた。このコーナーでは皆さんの作品を募集しています。水彩で描いた風景画をこの動画の紹介欄に応募先を記載しておきますので、ぜひお送りくださいね。皆さんの作品をお待ちしています。